どうも、あつしです。今回は実践的な帯取り返しについて解説をします。それでは早速始めます。じゃあ実践的な帯取り返しっていうのをじゃあまずはやっていきます。こんな感じの投げ方。実践的なっていうのは、通常の帯取り返しっていうのは、この帯を持って反対の手が相手の足を抱えると。で、足を抱えてこのまんまこういう感じに帯と相手の下履き、ズボンを握って、で、こういう感じで投げるっていうのが、一応講道館の技の中にある帯取り返しっていう方法。よく寝技の返し方で帯取り返しっていうふうに言われますけど、あれは引き込み返しっていう、捨て身技は引き込み返しですけど、この手技っていうのが帯取り返しと。で、今このズボンを持って投げるのは反則になってしまうので、こういう両方の帯を持ってこのまんま自分の体を反らせて投げるっていう方法が、よく海外の選手とかに見られる技が、帯取り返しとして今試合とかで使われていると。で、海外の人はもう力が強いので、このまんま相手を引っこ抜いて投げると。クロスグリップの状態から帯を握って、反対の手は脇の下から帯を握るか、もしくはこの前の方の帯を握る。で、ここで相手を密着させて、で、相手の重心の下に入り込むようにして、反対の足で相手を持ち上げると。で、持ち上げると同時に自分の体を反らせながら相手を持ち上げて、そのまんま捨て身技のようにして投げる。実演するのがちょっと難しいんですけど、ここからこういう感じで相手を持ち上げて投げるっていうのが帯取り返し。なのでここでしっかりと相手を密着させて、ちょっと頭を下げさせる状態にする。で、ここで反対の手で相手を吊り上げるようにして持ち上げる。それを両手でこうやって吊り上げる場合もあるし、さっきのこの前の帯の方を握って、こっちはこう下から突き上げるような感じにして相手を持ち上げると。で、相手を持ち上げるときに手と一緒にさっきのこの反対の足、太ももで相手のこのももの内側をぐっと持ち上げると。自分の体を反らせて、相手をこう宙に浮かせて、そこから体をひねりながら倒れて投げるっていうのが実践的な帯取り返しと。以前、この帯取り返し、こっち側にひねって浮かせて投げるっていうのも要は帯取り返しなんですけど、ここからこのクロスグリップのように持つんじゃなくて、両方で帯を握ってこのままこういう感じで相撲でいう俵投げみたいに投げるのも一応帯取り返しって言われるんですけど、この状態からこっからさっきは自分の肩越しの方向に投げたんですけど、こういう感じで投げるっていう方法、投げる方法がちょっと逆の投げ方もあるので、こういうふうに投げるのも一応帯取り返しっていうふうに言われると。どちらも実践的には海外の人はよく見られるんだけども、こっちでこう相手をこう持ち上げて、で体を反らせながら投げるという技もあるの。反対にクロスグリップをされたら、こちら側は相手とくっついてこうやって足を引っ掛けて相手を後ろに倒そうとすると。でその倒そうとした瞬間に
相手はくっついてこう投げようとする瞬間にそれを持ち上げて投げるっていうような投げ方がよく見られるので、これ失敗してしまったらここで相手の足が絡まって失敗したら今自分が倒れてしまう。この相手を持ち上げるところっていうのが難しいんですけど、海外の人はそういう引きつけるというか引き上げる力が強いので、相手が後ろに返そうとしてもそのまま要は引っこ抜かれて返されてしまうというのがこの実践的に海外の試合とかでよく見られる技です。こういう技自体もあるので、なかなか日本人同士の試合ではこういうような力技っていうか今まであったような技の変形っていうのがないので対応するのが難しいんですけど、海外の人はそういうふうにいろんな技を今風にアレンジしてかけてくるっていうことがよく見られるので、肩車もそうですけど足を持たずに投げる技、これも一応ルール範囲内ですし、柔道の技っていうのがもう決まっているので、その技名としてはその投げ方により近い技の名前が一応その技名として使われる。正確に帯取り返しっていうのは足を持って投げるっていう技でしたけども、今風にアレンジすると両手で帯を握って体を反らせながら投げるというふうなこういう投げ方もありますので、いろんな技を研究するというか実践するっていうのもいい勉強になるかと思います。こういう技、自分ができなくてもやられた時にどういうふうに対処するかというのも練習になるかと思います。こういう技っていうのもぜひ知っておいて練習してみてください。今回は実践的な帯取り返しについて解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。じゃあ実践的な帯取り返しっていうのをまずはやっていきます。大丈夫そう。前方回転受けにして大丈夫そう。あとはこっち側やってない。このクロスグリップの状態、クロスグリップの状態から帯を握って。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。